何百回何千回僕を鍛え精錬する。脆弱な存在として生まれた僕自身何度も磨いて、誰にも負けないほど固く研ぎ澄ましていく。それが僕の道だ。準備して、そしてまた準備する。リッツ。ルード様、僕の巣に何かご用ですか？最近どうしているのか気になって様子を見に来たのだが、まだ準備ばかりに固執する癖が治っていないのか？でも準備しないと競争に取り残されてしまうのでは。準備ばかりで挑戦しようとしない姿は歯がゆいことこの上ない。それは僕がすごく未熟だから、脆い鉄くずだから。リッツ、貴様は脆くない。今まで貴様が行った決闘記録を見てみろ。格下との防衛戦では完全無敗を誇っている。貴様は十分に上位の序列を狙えるはずだ。下位の竜族たちに越えられぬ壁と呼ばれていることを知らないのか？ルード様、僕自身が準備万端だと思ったら上位に挑戦するつもりです。それは一体いつだ？ダーヤ様のお話によると、かつては覇気あふれる性格だったそうだが、年数で言えば俺よりもずっと古い存在だろ。なぜそんな風に変わってしまったんだ、リッツよ。その性格が災いしてボコボコにされたからです。頑張ってはいますけど。かつてビビに決闘を申し込んだ強者だと聞いたが、がっかりだな。あれからなんというか全てがうやむやになったと言えばいいんですかね。ビビが延期した決闘を待ち始めたのが今まで続いているというか、だいたいそんな感じですかね。最近ビビが目を覚ましたという知らせは聞いたか？再度ビビに決闘を申し込み、長年続いているモヤモヤを晴らすのはどうだ？それもちょっと微妙と言いますか。それにビビは正式な序列から外されたって聞きましたけど。はあ、リッツ、残念だよ。貴様、見た目だけなら強者と肩を並べそうなのにな。勝敗を気にせず上を目指す挑戦欲、それが俺たち竜族の本能だというのに、貴様はそれを無視するというのか？準備ができたらやるつもりですよ。本当ですよ。僕はまだ準備不足なんです。もう少し鍛錬して十分に研ぎ澄まされ硬くなって最適な時期を待っているだけです。地道な努力だけが僕を作り上げるのですから。やはりダメだな。貴様が錆びついてしまう前に試練を与えるしかなさそうだ。シスト、さっき相談したプランをリッツにも説明してやれ。はいはい、かしこまりました。シスト？リッツの修行プラン、その名も鋼鉄の試練。リッツが地上へ赴き、エーリアス中の強者たちと決闘するのです。勝っても負けても竜族の序列には影響がないので、気楽にできる稽古というわけですね。優柔不断なリッツでも今回ばかりは断れませんね。じゃあこれはあんまりじゃないですか。ルード様、本当に僕を地上へ追い出すつもりですか？ちょっと挑戦を怠ったからって追い出すなんてひどいです。
追い出すのではない。すでにダーヤ様の許可も得ている。地上には強者たちがうようよしている。その者たちと稽古を重ね、経験を積んでこいということだ。まあ戦ってるうちに自信がついて覇気も芽生えるってもんですよ。シストとは顔見知りなのだろう。地上の道に詳しいシストと一緒に行動するように。この修行内容はダーヤ様にも報告される予定だからな。決闘をためらい妙な裏技を使おうだなんて考えるなよ。いやそうですそうですとも、私がきめ細かに報告しますよ。ではこのリストを持っていけ。そこに書かれた者たちに会い一回ずつ対決すればいい。まずはアポを取らないとダメですよね。もしかしてダーヤ様が前もって連絡されているとか。リッツよ、余計なことは考えないでとにかく戦え。じゃあいきなり喧嘩を売って戦うってことですか？僕も相手も準備できてない状態で決闘をしろと。それはマナー的にどうかと思いますよ。正々堂々と決闘を行うには最低でも1ヶ月前に連絡して相手を分析したり攻略方法を研究したり毎日剣術を磨いて訓練して。リッツ、奇襲も戦略の一つだ。勝敗に卑怯も何もない。その壁を越えないと真の強者にはなれないぞ。あとダーヤ様は貴様の決闘の連絡をしてくれるほど暇なお方ではない。では健闘を祈る。ダーヤ様も今回の件にはさぞ期待されてるだろう。や眩しい。暖かくてカラッとして地下とは全然違う。ちょっと何をそんなにぶつくさ言っているの？私が当たり前のように行き来する場所でリッツともあろうものが弱音を吐かないでくださいよ。こんな快適な環境でまともな決闘ができるわけない。決闘とは与えられた苦難を乗り越えながらするもの。こんな快適な環境は贅沢です。よし、もう帰ろう。この教訓を得られただけでも十分です。はあ？地上に来たばかりなのにもう帰るとか言い出すなんて。まあ周囲の環境に振り回されてはいけないみたいな教訓ですかね。これはすごい気づきだからルード様やガーヤ様も理解してくれるはずです。快適な環境でも決闘できるような訓練をしなきゃ。毎日のように地上に出て何千回も剣の素振りをして草を刈ったり木を切ったり。何を言ってるんですか。こんなに早く帰れば私も一緒に怒られてしまいます。それにこの件が成功すればプレミアム商品をお買い上げいただけるとダーヤ様がおっしゃったんです。でもとっとと行きますよ。さてまずは一番近くにいる相手から挑みましょうか。最初の相手誰ですか？おお、ちょうどあそこに。やっぱり精霊に会うなら精霊の領域でってやつですね。そこのお前たち竜族じゃないか。事情に何の用だ？
さあさあリッツ、あなたの初戦の相手ですよ。青コーナー、竜族の超ビビリルーキー、鋼鉄の竜族のリッツ。ビビリじゃありませんよ。おい、これは一体。赤コーナー、エーリアスの風を支配する空の復讐者、野蛮な精霊、風の精霊シー誰が野蛮だと。ラ。ラウンド1、ファイト。いきなり始めるなんて、一体どうしろって言うんですか。お前たちは何がしたいんだ。精霊の山を通るくらいなら構わないが、精霊の山に用があるというのならさっさと要件を言ってくれないか。戦ってくれませんか。はあ。僕とあなたが戦うんです。いいでしょうか。なぜ戦う必要がある。それは僕もわからないんですけど、とにかくやれって言われてですね。くだらないいたずらならよそでやってくれ。こんなことに付き合っている暇はない。本当ですか。決闘から逃げるってことですか。じゃあ僕の勝ちでいいってことですよね。よかった。心配してたけど、こんなに簡単に勝てるなんて。でもおかしい。勝ったのにもやもやする。なんだか飛ばしすぎて大事なことを忘れてるような虚しさが。僕は戦いたいの。おい、私を誰だと思っている。見逃してやると言っているのに調子に乗るなよ。精霊の地で精霊を侮辱するとは命知らずが。今すぐ山のふもとまで吹き飛ばしてやる。すごい風。ちょっと審判の私まで巻き込まないでください。風、こんな強い風を受けるのは初めてだ。いきなり何ですか。決闘はもう終わったでしょ。ん？こいつ剣を突き立てて私の風に耐えているのか。いつまで耐えられるかな。一体どうしてこんなことを。上位精霊を侮辱するとどうなるのか教訓を与えてやる。教訓。僕は試されてる。何かを教えようとしてるの。ルード様とダイヤ様は僕にこんなことを学んで欲しかったのかな。そうだとすれば道具に頼ってはダメだ。自分への試練なら自分の意志で克服してみせる。なんだ、なぜ剣を抜こうとする。商売繁盛。剣を使わない僕はこんなにも軽くて脆い存在なんだね。この程度の風にも耐えられないなんて、何のために鍛錬してきたんだろう。僕は一体何のために生きてきたの。竜族最高の序列、竜族最強の剣士。わからない。もしかして僕は何か
勘違いしていたんじゃないかな。風の精霊様、もっと簡単な教訓はありませんか？難しすぎます。何を言っているんだ。変なやつだな。リッツ、さっきはどうしてあんなことを。相手が攻撃してきたら反撃するもんですよ。まったく。その必要はないでしょ。決闘で勝ったのは僕なんですよ。やれやれ。これだから序列にこだわる奴らの考えはおかしいんですよ。よし、これでもう帰っていいですよね。やっと1回終わっただけですから。まだまだたっぷりと残ってますよ。でも僕、よくわかりませんが、とっても哲学的な教訓を得た気がするんです。これってすごい進歩じゃないですか？鋼鉄の竜族だから頭までカチカチになってます？一体何を得たというんですか？鋼鉄、哲学。哲学の美に鉄が加わる。鋼鉄された鋼鉄の竜。よく見たら風で幽霊の領域まで飛ばされたみたいですわね。君は？私はリム、秩序の幽霊よ。ここは危険なので、他の幽霊たちに気づかれる前に早く帰って、危険な場所にいる権利を放棄。危険を危険するのよ。今のはちょっと無理があるのでは？なんだか精神的にダメージを受けた気がします。やっぱり噂通り幽霊たちは危険な存在ですね。これからは幽霊たちの言葉に惑わされない訓練もしておかないとダメかな。自分の聴力を程よく遮断する精神訓練とか。警告ありがとうございます。さっさと出ていきますね。待ちなさい。リストに幽霊も書いてあった気がします。どれどれ。シェイディ？シェイディと書いてありますね。でもこの方はリムというみたいですよ。シェイディがまた何かやらかしたの？まったく手に負えない混沌のいたずら者。カオスな混沌そのもの。カカオのトリックスター。シェイディだかなんだか知りませんけれど、これ以上は耐えられませんね。無性にイラッとします。シェイディに何か用事があるの？あの問題児と一緒に何か企んでいるの？そのシェイディという幽霊と決闘しようとしているんですが。それはダメよ。シェイディと関わってもいいことないから。シェイディのことは私に任せて、もう帰って。シスト、どうしましょう。ふむふむ。リムですか。シェイディと同レベルの幽霊なら代理で決闘するのはいかが？なるほど。デュエル代行者を決めて決闘するってやつ？伝統的な竜族のルールにそんなものがありますよね。そうですよ。よし、それなら僕のデュエル代行者はシスト、君です。決闘を始めてください。は？いやいや、このおバカ。デュエル代行者を決めるのはあなたじゃないわよ。でも相手のデュエル代行者はもう目の前にいますし、僕も決めないと損をするような。これはあなたの試練であって私の試練じゃないんですよ。では
は幽霊様、お手合わせ願います。どうかシストと対決を。対決？私と遊んでくれるの？違います。私ではなくて、決闘は私の趣味じゃありませんの。ごめんなさいシスト、僕はまだ準備ができてなくて。いつも一人だったのに。いいよ、遊んであげる。決戦、決定、決着の決闘、三決殺。リッツ、覚えておきなさい。シスト、なかなか攻撃をかわすのがうまいね。思ったより戦いの才能があるのかな。シストの素早さからは学ぶところがあるかも。いい決闘だ。見ていると何かが湧き立つような。手が震えるこの感覚、久しぶりだ。一寸先が見えないこの気分はまるで。私の角が本物の角だったらどうしてくれるのよ。安心して、本物の角には当てないから隠しておいてね。私の本物の角がどれなのかも分かってないのに。どんなに偽物で隠そうとしても、本質は表に出てくるもの。隠すことなんてできないよ。本質は明らかになる。わざわざ隠す必要はないということか。衝撃的な言葉だ。ごめんなさい。少し興奮して力が入りすぎたみたい。降参です。降参ですってば。残念。そこの鎧を着た竜族。あなたなら彼女より長く持ちこたえられたでしょうね。僕ですか？どうして決闘を避けたのかわからないけど、きっと楽しかったはずよ。外見も中身も態度も剣も、この子も私もどう見ても強いことが伝わってくるから。そうでしょうか。もう少し大胆になるといいよ。自分に嘘をつかないで。自分に嘘をつくなどなんて。わかりました。ありがとうございます、幽霊様。アイムリムギム僕、この修行の意図が分かったような気がします。この強者たちはただ戦いが得意なだけではありません。自分なりの道を歩む賢明な者たちです。まともに決闘してないのに何かを悟ったような言い方しないでください。しかも前回の相手はリストに載ってないデュエル代行者だったでしょ。シスト、痛かったよね。ごめんなさい。僕が決闘を避けようとしたから代わりに君が痛い目に遭っちゃいましたね。でも負けたわけじゃないからおあいこにしてくれますよね。1勝1分け、悪くない成績だと思います。なんてずうずうしい自己弁護なのかしら。だって全敗で帰ったらまた地上に追い出されるかもしれないし、成績だけでも良くないと言い訳もできませんよ。
きにしてください。ところであなたはどうして決闘を恐れているんですか？君なら理解できるでしょ。はて、何のことかさっぱりですね。決闘を恐れたから序列を諦めて商売人になったんじゃないですか？何を言うかと思えば、この私は己の限界を知っているだけで臆病者ではありません。この世界はとっても厳しいんです。地位をめぐる争いがどれだけ激しいかご存知ないんですか？それにあなたは私みたいに弱くはないのに、どうして戦うことをためらうんですか？それは流れが途切れて微妙になったというか、昔ダーヤ様にボコボコにされて負けてから一生懸命努力すればいつか登れる丘だって考えた時期が僕にもありました。でもよく考えてみると、丘は山になり山は絶壁になるような気がしてきてですね。傾斜がどんどん急になっていく山を登ると諦めたくなるあの感覚。登っても登っても終わりがないように思えるあの感覚。どれだけ努力して準備してもいつも足りないと感じるあの感覚というのかな。戦闘好きのくせに雑念が多いみたいですね。いつからそんな風に考えるようになったんですか？そう。多分ビビとの決闘を延期した頃から雑念が多くなったような気がします。昔は何も考えずに突っ込んでいた気がしますが、ちょっとたじろいだら周りに見えるものが増えたと言いますか。序列法が決められた最初の頃は全員倒せると思ってたんですけど、負けてから時間が経つにつれて自分がうまくやれているのかわからなくなってしまいました。わざわざ挑まなくても結果が見えてきたというか、確実に勝てる相手なのか負ける相手なのか。リッツ、それは実際にやってみないとわからないことですよ。そうでしょうか。でもよくわかりません。なんだか無意味に感じてしまって。これは奇妙ですね。以前見たあの決闘する時のリッツはこんな臆病者のような態度ではありませんでした。何か大きな刺激が必要だということかしら。それならここはベーカリーなんじゃ。食事に来たんですか？あれ？今日のパンはなくなりました。閉店なので出て行ってください。リッツ、あれを見てください。何かが湧き立ちませんか？ベーカリーの店主に湧き立つって何を言ってるんですか？ベーカリーの店主を相手に？もう閉店だって言ってるのに何をわけのわからないことを。あれ？あなたは路地裏でよく見かける行商人じゃないの。この衛兵を呼ばれる前に出てって。おやおや、行商人だなんて、なんて失礼な方でしょうね。パン売りにそんなことを言われる筋合いはありませんよ。シスト？いきなり何を？商人同士も序列をつける必要があるんです。それに先に挑発したのはあちらですよ。ちょっと何よ今の言い方は。今日は作ったパンが半分も売れずに女王様に搾取されて、
気分が最悪なのよ。ごめんなさい、友達が失礼なことを言って、もう出て行きますから。マージンも残らない商売をどうして続けてるのかしら。パンの商売もダメ、生徒の商売もダメ。不憫な運命を自ら歩むとはなんておバカなんでしょうね。シスト、言い過ぎですよ。ねえ、喧嘩売ってるでしょ。そうでしょ。今日女王様に搾取されたパンの数だけ殴ってあげるから覚悟しなさい。そうそう、こっちですよ。殴ってみなさい。この行商人が怒りのバゲットを食らいなさい。おりゃごめんなさい、あなたを殴るつもりは。おかしい。パンなのになんで硬さなの？パンも鋳鉄のように精錬すれば鋼鉄のように変わるってこと？めちゃくちゃ痛い。こんな聞いたことも見たこともない武器を使う者がいるなんて。頭に響いて痛みが。腹立たしい状況なのに、むしろいいかも。チャンスが訪れたような気がする。リッツ、どうして黙っていますの？ちょっと大丈夫かって聞いてるでしょ。先に手を出したのは君だからね。え？リッツの目つきが変わった。これは決闘する時のイカれた目つき。私のお店壊す、全て壊してやる。リッツ、落ち着いてください。今後私が買収するかもしれないお店なんですよ。コッパみじんに壊してやる。女王様よりお気に入りの店を壊した犯人を必ず捕らえるよう言命されている。犯人を捕らえられない場合は羊羹しか食べさせないともおっしゃられていた。やれやれ、大ごとになりましたわね。まさかあれで妖精王国の逆鱗に触れてしまうだなんて。ごめんなさい。これでは修行どころか地上を歩き回ることもできないでしょう。ごめんなさい。このままでは目的の遂行は無理ですし、戻ってもいいかもしれませんね。本当に帰ってもいいんですか？帰れるのがそんなに嬉しいの？これまでの決闘があまりにもしょぼすぎて、せめて1回くらいは本当の勝負というものをする必要がありそうですけど。2回もやったでしょ。2回ともおかしなやり方でしたよね。しかも2回目はあなたが戦ってすらいないんですよ。それはそうと、今までどうしてあんなにおとなしくしていたんですか？ベーカリーで暴れたように戦えばいいでしょ。あれには理由が。僕は無意味な喧嘩はしたくないんです。大義名分が必要ということ？
道ですれ違った誰かと戦うのはおかしいですよ。だから序列の戦いの時も挑戦は受けても挑戦はしなかったと？そうかな。考えてみればそうだったかも。深く考えたことはありません。僕はいつも自分の竜の巣に閉じこもって剣術の稽古ばかりしてたから、何千回も素振りをしていると雑念が消えて心が落ち着くんです。リッツ、あなたどうやら長いことあんな生活を送っていたせいでどうかしてしまったようね。そういうことならもう一度実験してみます？実験？何をするんですか？リッツ、決闘リストの強そうなものと戦ってみません？強そうなもの？無理ですよ。せめてしっかり準備をしてからじゃないと。ちゃんとした勝負には準備が必要です。少なくとも1ヶ月前から。ご安心ください。この私にお任せを。芝生、うまっ毎日ババアにもらう変な栄養がゆみたいなものより芝生の方がうまいぞ。ああ、マジでうんざりだ。逃げても逃げても何度も捕まっちまう。この前は俺を捕まえるのに教師まで出張ってきやがって、信じた俺がバカだったぜ。あの裏切り者め、いつか宴会場を荒らして1週間は腹ペコにさせてやる。それにしてもディアナのババアはなんで来ないんだ？このままばっくれちまおうかな。あ？こんにちは。なんだお前、トカゲか？おお、偉大なるディアナ集落の後継者様。本日はこの卑しい行商人からお願いがあり参った次第です。お願い？食い物を持ってきたのか？腹減ってるからさっさと出せ。はい？いえ、お願いがあるのです。お願いがこのものと勝負していただきたいのですよ。こいつと？どう見ても雑魚だぞ。雑魚？なんだその服は。弱いから体にそんな鉄板をぐるぐる巻いているんだろ。まったく雑魚らしい発想だ。対決なんてしなくても俺の勝ちだぜ。これは基本中の基本。常に戦いに備えるための心得ですよ。弱いから雑魚だから着ているわけではありません。何言ってんだ、うるせえな。戦いてえなら口じゃなくて剣を抜けよ。雑魚め。よし、やはり予想通り。この感覚は。リッツ、どうしました？まさか今回はためらっているのかしら？思い出した。初めて序列法が定まってみんなが同じ底辺からスタートした時、誰もが一番になろうとして起きてしまったあの大乱闘が、あの感覚、まさかここで思い出すなんて。なんだ？先に始めたのは君だからな。覚悟しろよ。はあ？はあ？
いきなり剣を抜くな。しょうもない奇襲をかけやがって。どちらかが倒れるまで戦おうじゃないか。思ったよりやるじゃないか。おお、これは見応えがありそうですわね。これも止められるかな。必殺奇襲の聖剣。止められないなら受ければいい。僕は鋼鉄で鍛錬された竜族だからな。うわ、なんだこいつ。殴った俺の拳の方が痛いぞ。それだけか。それだけかよ。もっと暴れてみるがいい。もっと強く振り下ろせ。もっと強くだ。こいつ思っていたほど雑魚じゃないらしいね。獣人たちを養っているこの俺がこんなに苦戦するとは。養っている？リッツったらきっかけさえ与えればとんでもない実力を発揮するんですね。こいつの剣は重すぎる。受けるたびにきつくなる。少し苦しそうだがこれも防げるかな。ザコメ。リッツ、早く決着をつけてください。そいつが面倒を見ている老いた獣人が戻ってくる前に終わらせるのですよ。老いた獣人？好きあり。とどめだ。おい、ビビったぜ。戦いの最中に急に気が緩むタイプか。やっぱり雑魚だったね。俺の勘に間違いはなかった。リッツ！リッツ、大丈夫ですか？痛い。どうして急に攻撃を止めたんですか？わざと負けたんです。一体どうして？老いた獣人を世話しているけなげなやつですから。毎日朝早くに起きて老人のためにお粥を作ってあげて、その日暮らしの生計を立てている少女かもしれないと思って、もし僕との戦いで怪我をすればもっと大変になるかもしれないし。そこまで考える必要なんてありません。まったく、後でちゃんと説明してあげないといけませんね。やはりビビとの件以来変に考え込む癖がついたの？どちらにせよ重傷のようです。おい、トカゲ。なかなか悪くない剣さばきだ。久しぶりにいい戦いだったぜ。変な石頭で反則技を使うやつでもないし、戦いらしい戦いだったぞ。さっきは見くびって悪かったな。これから仲良くしようぜ。これからは友達だから、お前は俺の部下な。俺が呼んだらさっさと駆けつけてこい。わかったか？呼ぶ？いつか遊ぼうってことですか？ああ、そうだ、それがいい。明日までに覆面を準備して妖精王国の宴会場の近くで待機していろ。
そこでやることがあるからな。それが妖精王国はしばらく行っちゃダメで。はあ？なんでだよ。実は妖精王国でちょっとトラブルがあって、今はお尋ね者なんです。逃亡者が？やはり俺は見る目がある。気に入ったぞ。これからお前と俺は義姉妹だ。裏切ったら通報するから俺の味方になるしかないぞ。反アニマル艦戦線になかなか有望なやつが入ってきたな。あれ、それはどういう。それじゃルポとベニーにも教えないといけないし。あーばよ。本当に変な人。あんなのでよく無事でいられるものですね。負けた。先ほどはわざと負けたって言ったでしょ。わざとでも負けは負けです。もっと粘り強く勝つ方法もあったのに、深く考えずに勝つことだけ考えればよかったんでしょうか。そうだ、昔はそうだったような気がする。リッツ、考えてみたんですけどね、きっとだんだん良くなっていくと思いますよ。どうしてですか？もしかするとみんながあなたを追い込みすぎたのかもしれません。長年固まった感覚を一気に蘇らせるのは難しいもの。そうですね。でもまだ火種は残っているような気がします。さっきの凶悪な獣人とやり合っている時、希望が見えましたよ。もっと大胆にありのままの自分を出すように。努力すればいいと。努力はあなたの口癖なので別の言葉を使いたいところですけど。言いたいことはわかりますよ。ええ、リッツ、あなたの努力は本物です。早くここから逃げますわよ。いきなりどうしたんですか？ここにいるととんでもないやつに狙われるかもしれません。ほら早く行きますよ。わかりました。戻りましょう。虎の獣人より凶暴なやつ、一体誰だろう。気になる。僕でも勝てるかな。ということで、やむを得ない事情により戻ることになったというわけです。仕方ない。地上とのトラブルはダーヤ様も望んでいないだろう。申し訳ありません、ルード様。命令をきちんと遂行できず。いや、この内容ならダーヤ様にもご理解いただけるだろう。シストに同行させたが、リッツ、貴様がちゃんと戦えるか心配だった。しかしまあ、一度は戦えたことだし、よしとしよう。残念だが、一度で多くのことを変えるのは無理だからな。リッツ、今回の旅で得たものは何だと思う？そうですね。まず、変な友達ができたと思います。シストみたいに言葉で付き合った友達ではなく、剣をぶつけ合ってできた友達というんですかね。剣で語り合ったような気分になりました。
下位の挑戦者たちと戦って一度も感じなかった感覚ですかね。レベルの近い実力者との決闘は何かが違う感じでした。おう、そうか。俺もわかるぞ。シルフィールの時もそんな感じだからな。それから他のみんなから多くの学びを得ました。風の精霊からは執着を捨てることを学び、鎌を持った幽霊からは自分に嘘をつくなと言われたんです。努力への執着と自分が弱いと勘違いしているということに気づいたのか。それなら貴様なりに頑張ったな。こんなことならもっと早めに地上へ行かせるべきだった。それでこれからどうするつもりだ。明日にでも序列上げに臨むのか。リッツ、貴様が挑戦者たちを倒して俺と対決するのが待ち遠しいぞ。シルフィールは強敵だろうが貴様なら可能性がある。ルード様。なんだ。申し訳ありませんが、僕は竜族の序列を捨てて生きていこうと思います。何？なんですって？リッツ。なぜあんなことを言ったの？あなたなら十分に上位の序列を狙えるのに、どうして諦めるんです？その知らせを聞けばダーヤ様も大変がっかりするでしょう。なんだか序列なんて無意味だってことに気づいたんです。以前ダーヤ様にボコボコにされた時に体は気づいていたみたいです。頭ではそれが何なのかわからなかったけど、今ははっきりとわかります。序列は最後まで上り詰めて頂点に立たなければ意味がないんですよ。それはどういうこと？序列ってそういうものでしょ。だからやる気が出なかったんですよ。無意味な目標に執着していたんですから。終わりが見えない道のために努力していたから、努力も終わりがなかったんです。ではもう努力っていうのはやめるんですか？いや、あれはある意味で習慣みたいなものですから。何かを悟ったからといって一気に生活様式を変えるのはちょっと無理ですよね。もう少し努力しないと。準備ももう少し必要です。それって何も変わらないってことじゃないんですか？違うんです。あともう少しでいいんです。君もゆっくり変われって言ったでしょ。それに確実に変わったことが一つだけあります。一体何が変わったというんです？明確な目標ができました。誰と戦うべきかが分かったから。これからは訓練も意味のない素振りもしません。訓練の内容もより細かくなったというか、僕にとってはものすごい変化なんですよ。さっぱりわからないですね。実力があるのにあえて序列から離れて何をするというのか。私みたいな出来損ないがやるようなことをどうして？シスト、君は出来損ないじゃないですよ。僕も君みたいに自分だけの挑戦がしたいんです。序列への執着を捨てて自分に正直な夢を見てみたいんです。そういうものですかね。まあリッツ、あなたならきっとうまくやれますよ。はい、
分かってくれたんですね。ありがとう。さて、私はそろそろ商売に戻りますね。それじゃあリッツ、また会いましょう。待つのは面倒なので、さっさと変わってくださいね。よし、これでいい。ダーヤ様の反応が心配だけど、ルード様は理解してくださったから、これ以上成し遂げられないことへの未練は持たない。僕にとってビビはもう無意味な相手だから、序列も僕にとってはもう意味がない。これまで積み重ねてきた努力が無駄にならないように、これからは本物の戦いをしていくんだ。予測できない戦いの過程と結果、それが僕を奮い立たせる。竜族の領域ではもう感じられないあの生々しい感覚、それが僕を熱くさせる。もっと広い世界に出て、もっといろんな相手に出会って、戦いらしい戦いを楽しむ人生を送る。世界中に鋼鉄の竜族がどんな存在かしっかりと見せつけてやるんだ。